こんにちは、バゲッジのゆかです。今日は私が国際線に乗る時の標準的な機内持ち込み荷物をご紹介します。春の旅行シーズンに向けてぜひ参考にしてください。それでは行ってみましょう。フライトの時間によって多少前後しますが、これが私のいつもの機内持ち込み荷物です。ここ数年はこれらすべてをこのバッグに入れることが多いです。レスポートサックのヒトリップコラボアーバンエディターズバックパック3という3ウェイバッグです。こちらの取っ手で、持つ、肩にかける、そして、背負うことができます。これ集英社から出ている旅行の本ヒトリップシリーズの著者ヒトリッピーさんが全面的に監修しているバッグなので、旅行者にとってかゆいところに手が届く工夫が満載なんです。私はこのロゴが目立たないところが気に入っています。こちらは私がいつもつけているリップクリームケースです。これは自前です。それではまずスマホなんですが、これはですね、私肩からかけて使っていますのでバッグの中には入れません。イヤホンです。私は首にかけるタイプを使っています。そして名刺入れです。これはアッシュコンセプトのブランドオーナメントのものです。どこで誰に会うかわからないですから名刺入れはいつも持ってます。次にモバイルバッテリーです。はい、私はこれです。容量の多いフィリップスの、1万ミリアンペアのものを持っていきます。動画を撮るようになってバッテリーの消耗もかなり厳しくなったので、このぐらいがちょうどいい感じですね。これらはケーブルとともに、コトパクシの袋に入れて持っていきます。はい、水筒です。夏場や暑いところに行く場合は保冷機能が強力なタイガーの水筒を持っていきます。さほど暑くない地域の場合は保冷機能よりも軽さを重視した水筒にします。これスウェーデンのイケアミュージアムで買った水筒です。なぜ水筒を持っていくのかというと、最近は円安で海外の水もバカになりませんので、大抵トイレのそばにある給水ポイントでよく水を汲み置きしておきます。家で何かを詰める場合は空港に着くまでに飲み切る分にしてください。手荷物検査までに必ず空にしておいてくださいね。ティッシュは無地の携帯用ペーパーナプキンです。これは以前もご紹介しましたが、ティッシュとハンカチの間ぐらいの使用感で丈夫で大きめでとっても使いやすいんです。無地の日焼け止めジェルです。私は飛行機では必ず窓側をキープするので、いつの時期も機内では日焼け止めが必須です。私は喉がちょっと弱いので、乾燥する機内では必需品の喉のすっきりタブレットです。マスクです。機内は乾燥しているのでマスクをした方が楽な時もあるので一応持っていきます。私はあまり化粧品を持ち歩かないのですが、着いた先で仕事先の方が迎えにいらっしゃるなんていうことがある場合のみ、いくつか持っていきます。例えばフェイスパウダー、他にこれはアイシャドウとチークですね。これ無地のものです。そして小さい櫛ですね、ブラシです。これらは機内ではなく到着してからお手洗いでちゃちゃっと調整します。私だけかもしれませんが、ヨレヨレのすっぴんで、特にイギリスですね、ヨレヨレのすっぴんとある程度身だしなみを整えるのとでは明らかに入国審査の厳しさが違う気がします。ヨレヨレだとかなりしつこく細かいところまで聞き込みが入るので、多少
身だしなみを整えておくのは必要なのかなと思っています。で、こちらの細かいものは一つの袋にまとめておきます。これですね。タブレット、ジル、ティッシュ、化粧品類。はい。これ私 IKEA の保存袋を使っています。何かと便利に使えます。仕事の資料は A4 のクリアファイルに入れて持っていきます。仕事の資料以外にも航空券やホテルの予約シートなどをプリントしておきます。それがあるとアメリカやヨーロッパなどでは入国審査がスムーズでした。手帳とペンです。スケジュールはスマホにも入れているんですけれども、手帳にもバックアップとして書き込んでいます。あとアイデアを思いついた時に書き留めておくのに必要です。これほぼ日手帳なんですけれども、発売された時、2002年からずっと使い続けているので、もう20年以上になります。これは薄手のストールです。昔 Amazon で買ったノーブランドものなんですけれども、はい、めちゃめちゃ薄いんですよ。透けてるの分かりますでしょうか。これ顔にかけて眠ったり、腰の下に丸めて入れたり、一つあると何かと便利です。私は貴重品とかトイレで使うものはサブバッグに入れています。今使っているのは先日の動画でもご紹介した無地のサブバッグです。それでは入れていきます。まずは一番大切なパスポートです。このバッグ一番端っこにファスナー付きのポケットがあります。ここにまずパスポートを入れます。次は財布です。これは無地のトラベルウォレットです。旅行用に普段使っている財布から必要なものだけをこの中に入れています。ちょっと中身を開けてみますね。はい、クレジットカードが 2,3 枚、あとは前に余った現金がちょっと入ってます。で、私は海外では基本的にクレジットカードを使っているんですけれども、屋台で使う分とかコインランドリーで使う分とか、あとはチップとかですね、現地で現金が必要な場合はクレジットカードを使って必要最低限な分を空港の ATM でキャッシングします。なぜなら日本円を持って行って現地で両替するのとクレジットカードでキャッシングするのとでは手数料がそんなに変わらないからです。歯ブラシと歯磨きのセットです。これは無地のものです。一番下の方にギュッと入れます。おなじみの除菌シート、無地のウェットティッシュですね。これちょっと頭がペロペロしているので、私は折り込んで、そして入れるようにしております。はい、これは小さな鏡です。オーナメントというブランドで、さっきの名刺入れと同じです。で、これは国産の超薄型強化ガラスなんですね。これ非常に薄いんですけれども、ガラスです。薄くて歪みがなくて適度に大きくて、そして非常に軽いんですね。で、この革のケースで磨くこともできるという、私が長年手放せない、いつも必ず持ち歩いている鏡です。ワセリンです。唇にも手にも使える万能な缶入りのワセリンです。これはイギリスのユニリーバ UK のもので、イギリスに行くたびに買いだめているんですけれども、中身はそんなに、非常に特別なワセリンということではありません。この大きさとこの缶に入った佇まいが大好きで、以前動画でもご紹介しております。唇にも手にも使えると言いましたが、靴を磨くにも使えますので、本当に万能なワセリンです。化粧水です。スプレータイプの小さなボトルに入れた化粧水なんですが、ボトルも化粧水も無地のものです。
乾燥した機内で時々顔に吹きかけるのに使います。はい、これを入れまして、これで貴重品とトイレに持っていくものが全部入りました。ただですね、セキュリティチェックを通るときには液体物はファスナー付きのビニール袋に入れる必要がありますので、ワセリン、化粧水、歯磨き、ジェルはこんな感じでひとまとめにしてビニールに入れておきます。そしてこのサブバッグはバッグインバッグとして大きなバッグの中に入れておきます。大きなバッグは離着陸の時は前の座席の下、フライト中は膝の後ろに立てておきます。トイレに行く時は必ずこのサブバッグを持っていくことで、最近聞くようになった機内での盗難に関する防犯対策にもなります。また非常口のシートなど上の物入れに荷物を入れなくてはいけなくなったら、サブバッグはシートの前方のポケットなど常に目の届くところ、あと耳に近いところに置いておいて、大きなバッグには小さな鍵をかけておくと良いかと思います。すいません、一つ忘れてました。これも必ず機内で持っていくものです。フェミアのデリケートウェットシート無香料です。これはトイレに流せるウェットシートなんです。飛行機の中のシャワートイレのないトイレで非常に重宝します。ぜひ使ってみてください。私個人としては柄がなければとってもいいのになと思ったりします。以上、ご紹介したものはあくまで一例ですので、フライトの時間や行き先によって中身を調整してください。それではまた。